はい、皆さんこんにちは。天音理香です。本日明治神宮です。今お参りをしてきて、そして、本殿のところから左側に抜けていったところにある、広場にいます。明治神宮は私が東京に住んでた時からよく来ている神社で、多分東京の中では自分自身が一番縁を感じるというか、一番好きな神社さんです。そして結構ね長い一の鳥居原宿か、神宮前か明治神宮前で下車して、でそこから一の鳥居から結構歩いてくるんですけれども、まあまあな距離を歩きます。でそこからね第三の鳥居をくぐると、本殿の前のねこういう広い境内に入るんですけれども、すごかったです。エネルギーがなんかもう本当にそこの空間だけちょっと別世界というか、別にエネルギーを感じようとして歩いていたわけではないので、本当に偶発的なんですけれども、その、門をくぐって中に入って、そしたらあったかいんですよ。なんかそこの空間だけがすごくこう微細な波動、なんかビリビリするとかじゃなくて、もっともっと繊細な細かい波動が多分あの場所全部に漂っていて、でこれは今日に限ったことじゃなくていつもそうなんだけど、それがなんかすごく顕著に分かりましたね。それは多分、東京にいないので、ほとんど東京のエネルギーを感じてないっていうところもあるかもしれないし、明治神宮自体がすごい久しぶりだったっていうことで、逆に分かりやすくなったっていうところもあるだろうし、今年の今この瞬間の私の波動っていうのがそれを捉えやすくなってるっていうところもあると思うんですけれども、すごいですよ。来てください、明治神宮。ぜひ来たらその境内でね、お参りしてすぐ帰るんじゃなくて、少しねゆっくりとそのエネルギーを、自分自身に充電させてあげるっていうことをしてみるといいと思います。はい。で、ちょっとねいろいろと人の様子を観察しながら、人の様子観察するのもすごい好きなんですけど、自分の内側を内観していました。はい。そうですね、もう今年に入ってからすでにいろいろなことがあって、それこそ新年はね地震から始まって、本当被災された方にはお見舞い申し上げますという言葉しか使えないですけれども、いきなりすごい幕開けになってしまったなと思います。でそこから飛行機の事故とかね、それこそ田中角栄氏の家が燃えたり博多も燃えたり、なんかものすごい火のエネルギーを感じる2024年ですけれども、私自身はすでにいろいろなメッセージをもらっていて、で、結局まあ目覚めたいのか目覚めたくないのか、3次元というレイヤーにそのまま残りたいのか、それとも、5次元と言われる、宇宙意識の方に自分自身が移行したいのかどうかっていうところの大きな境目になっているっていうふうにやっぱり思います。でそれがもうそれこそ1月1日の日から如実にこの現実の中に映し出されている人も多いんじゃないのかなと思います。これは多分気づくか気づかないかっていうところだと思うので、意識的に気づいていくといいと思うんですけれども、その前までに自分自身がやってきたことや溜め込んできたことや後回しにしてきたものっていうのがどんどん2024年現れてくるっていう感じがしています。でそれは、大きいものから小さいものまでなので、本当に細かいところから来てると思います。例えばなんだけど、今年はね1月1日と2日私久高島に行きました。で、1日目にも、このね今マイクついてますけれども、マイクの受信機をね久高島に落としてきてしまったり、それで2日も行くことにしたんですけれども、2日目に行った時にねなんとねレンタル自転車がなくなりました。
久高結構行ってますけれども、人の自転車に勝手に乗っていく人がいるっていう経験ですね、簡単に言ってしまうと。私が借りていたレンタル自転車をご飯を食べるので外に置いていて、でもう何回も来てちょっと油断してたんですけど、鍵をかっていなくてもね、かけていなくても誰かが乗っていくっていうことに出会ったことがなかったので、意識もせずにそのままね鍵つけたまま食堂の前に置いたんですよね。そしたら出てきたらない。しかもカゴの中に、この靴とね、あと三脚と入れて置いてったんですけど、それだけ綺麗にこう出されて地面に置かれていて、忽然と自転車が消えるみたいな出来事がありました。だからそれをね、その出来事としてどう捉えるかっていうことだと思います。ネガティブに取るのであれば、久高が来るなって言ってるっていう言い方ももちろんできるだろうし、結局ね、今気づいてっていう話したけれども、その起こった出来事に対して、どんな気づきを自分が受けるのかっていうところが重要です。でしかもニュートラルにっていう感じだから、私は、その出来事に対して、誰が何と言ってもね自分の中で嫌な気持ちっていうのは全くしなかったので、もう来るなっていう形でのメッセージとは受け止めていません。逆にですね、久高に行くとそれこそ、本当にいろんなことが起こるんですよ。で、特に2024年は、なんだろうな、自分がそのままにしてきたことをそのまま表されるみたいな感じなのかなっていうふうに思ってるので、過去の清算なんでしょうねって思ってます。ここまでの間も今年に入ってから細かいこと本当にいろいろあって車検に出して台車借りて、その台車ね満タン返しだったんだけど10キロしか走ってないのに1メーター減るとかね、そんなこともあったり、要するにだから前の人が給油しないで戻してるんだけど、そういう感じでね細かい生産をすごくさせられてるんですよ。でこれ運が悪いと思ってしまったりとか、前の人が悪いと思ってしまえばそれまでなんだけれども、その久高の出来事も含めてね、結局のところ、私自身の過去の生産大きなことで生産させられてるんじゃなくて、こう生み出しみたいな形で、一つ一つねこうエネルギーの放出っていうのかな、溜まっていた私自身が行ったエネルギー、それは人間的には善悪ってつけられますけれども、そうじゃなくてエネルギーっていう風な形が、宇宙にとってはニュートラルだと思うので、それがポンポンポンと私が例えばねお金を払わされるという出来事において放出してるんだなっていうふうに思っています。で、本当ね細かいことを言い始めたらいいものもあるし、なんでこれみたいなところももちろんあるし、でそれこそお金という形でね、それこそ大した額じゃないんですけどね、500円とか、2,000円とか、そういった形なんですけれども、そういうお金ってやっぱエネルギーなので分量で見せられたりとか、あと結局受信機も戻ってこないし、レンタル自転車屋さんのおじさんと一緒にね島中を探したんですけど、結局乗ってるところには出くわさず、戻ってみたら港にねしれっと並べてあったみたいな感じで戻されていたり、だから正体の見えないそういったエネルギーの生産みたいなものをものすごくやっている気がします。で明日からバリーリトリートとかあるんだけれども、結局なんていうのかな、全て、今までの自分で今の自分ができてるので、ここのエネルギーに対して何かが起こるっていう感じがすごくはっきりと分かってくるのがこの2024年っていうふうに思います。なので、それこそ生産できるものはねしちゃった方がいいんだよね。なんであいつはみたいな感じとか、自転車盗むなんてけしからんとか、そういうことではなくて、そこにねまたエネルギーを重ねてまた新たなエネルギーのこう歪みを作るよりは、それを受け入れてというかね、無意自然として受け止めて、そこで
してあげるっていうことができるような、心の状態になっていくっていうことが今必要なんじゃないのかなっていうふうに思います。単純な言葉で言えば整えるっていうことになりますけれども、自分のエネルギーとか意識を整えて、自分がどこにフォーカスすることによってそこに扉が開いてしまうので、しているのかっていうところを、細かく意識化していくことが大切な、今年っていう感じがすごくしています。そうですねっていうのが、今の私の状態です。でもっともっといろいろとお話したいこともあるんだけど、ちょっとチャネリングで、お話をしていこうかなと思います。بارفان كوربكادتي اتبش برانت بكورمي كاربكاوش بكادت موت مركادتي انتي كيش بود مرات بكارمكادتي انتي كاوشメドモルカのモトメカダテエテコールマトバカレ2024年というものはものすごいスピードで過ぎていきますよっていうふうに言っています。でベスプラントバコールベケディあなたが意識しようとしまいといろいろなことがもう次々に起きてきてでベスプランコーシュケディ簡単に言ってしまうと悩んでる暇もないほど一つ一つ素早く処理、そして、クリアしていく必要性っていうのが出てくるでしょうっていうふうに言っています。バウルケンシュバカで右が時高次元に上がるっていうことは単純にその波動や速度っていうものが増していくっていうことを意味しているので、過去の時代のようなこれはなぜ起こったんだろうとか自分のどこが間違っていたんだろうみたいな波動域では解決できないような物事っていうのはすごくたくさん起こってきますよっていうふうに言っています。その流れに、追随してどんどんその流れに乗っていくことに必要なことっていうのが日々の生活の中で、自己認識を深めていく。要するに自分が、普段何を考え、何をバルケンで意識しているのかっていうことを常に自分自身が知っている状態で行動していくっていうことが大切です。過去の時代においてあなたたちは無意識の領域で生きていました。例えば、そこに線を引けばその線に沿ってずっとなんか歩いていってしまうみたいなそういう感じ。その線上を歩くことを全く疑問に思わずに前の人も歩いてるし横の人も歩いてるしっていう形で自分がその線を無意識に辿ってしまっていることさえにも気づかずに歩き続けているような状態っていうのが、過去の無意識性の状態でそれをやってるとねどんどん振り落とされますよっていうふうに言っています。なぜならばその線引いてる部分っていうのはルーティンになっていてぐるぐる回って同じところをね行ったり来たりしているだけに過ぎずこうやってね上昇していくスパイラル上昇気流に乗っていくことは不可能だからです。それは、迷路の中で次の出口を見つけることができないっていうようなことと一緒だっていうふうに言っています。まず、自分自身で気づく必要のあることっていうのが歩いてるっていうことに気づく。そしてそこから何をしようとしているのかっていうこと目的ですねに気づいていく。そして自分自身の目的がはっきりしたのであればそれに最も適した道はどこにあるのかということを自分自身の意識の中で、しっかりと捉えていくことをする。これはねそれこそ、ぼーっとなんかどうしたらいいんだろうとかね、考えることによって、今という瞬間に自分がどういう状態にあるのかっていうことを気づかないまま時だけが過ぎていくというやり方ではなくそれこそ一挙手一投足一言、一考えでも自分自身できちんと理解し、選択し続けているという意識の状態になってくるので多分ねそのバーって早く流れるって言ったけどそうじゃなくって一瞬をきちんと積み立てた上での今っていうのが流れているっていう感覚を受け止められるようになってくるでしょう。これが、高次元の流れに乗る、一つの方法です。
メーテベシフロントバカレンデミケウシキディ、それでは、工事の意識に入ってくると何が起こるのでしょうか。自分自身の思ったことがそのまま現実に現れてくるっていう体験をするでしょうっていうふうに言っています。自分の意図したことがパンパンパンと、目の前に現れてくる。そしてその現れてくるものによって自分が何に意識を向けていたのかっていうことを一つ一つ見ていくような時代になってくるでしょう。でマウスプランテゲーチペコルマカディ、それをフィードバックして外の世界で起きた出来事をフィードバックしながら修正をしていく。要するに自分の魂意識、本質的な自分が、その現実を、無意識に起こしているのであれば、そこをこう自分自身で調整していくこと、それによってより自分の魂、自分たち、仲間たちですねにとって、住みやすい世界を創造していくことができるような領域っていうのに入ってくるよっていうことを言っています。これもまたね一つねレムリアの意識なんですよっていうふうに言っています。ただただ無意識に生きる中で、全てが、ハーモニーを持って調和して、生まれるっていう考え方っていうのは実はこの工事の意識をすでに使いこなせるようになった人たちが言うことです。マウトバルケンにしみけでまだ、準備段階であるあなたたちは自らの意識によって、この現実をコントロールするという癖をつける。しかしこれは自力でバーフラン公式力技でコントロールするというのとは全く違うものっていうところも認識していかなくてはいけません。この無意自然の中で行われている揺るぎない現実、それに影を差しているものは一体何なのか。自分の中のどの闇、シャドウって言ってね自分では気づかない意識のことを言ってますけれどもが、どのような影響をあなたの現実に及ぼしているのか。こういったことを知り、その状況を改善していく、これを、コントロールっていう言葉で伝えていますよ。慣れてくればとても容易、当たり前のようにね今みんなが無意識で生きてるのと同じくらい当たり前にその、やり方を使うことができるようになってきますが、ここは一つ思いっきり練習してくださいっていうふうに言っています。2024年っていうのは、上り竜の時でもあり火の竜の時でもあります。火というものは焼き尽くし再生させる、死と再生のエネルギーでもありますけれども、その立ち上るようなエネルギーを、元にして工事の意識っていうものを育てていく時、痛みを伴うことっていうものももちろんあると思いますし、激しい変容についていけないようなことっていうものももちろん起きてくると思いますけれども、しっかりとねその竜の背に、捕まって、自分自身の道を登っていってください。登り竜のようにっていうことです。この飛躍の年からさらにあなたたちが成長していくともっともっとね展望台から景色を見るようにこの世界がどういう成り立ちになっているのか、宇宙っていうのがどういう意識で成り立っているのかっていうところを見渡せるような場所に、その竜がね連れて行ってくれるでしょうっていうふうに言っています。そこにたどり着くために必要なことっていうのがあなたの人生の中にも、どんどん起こってきますので、自分自身の感情や考え方、信念や価値観、闇の部分っていうものを無視することなくその都度その都度、しっかりと捕まえて寄り添ってかわいいしてあげてくださいっていうふうに言っています。これがね大まかな2024年の、予測ということになりますが、怪我とかね、
でバウフラカディ、地震とかね、でベイフォードランターブチュパカデンティエシケリ、旅する時の、事故とかね、でバールケンシュポートマカデテシーに向かうチュケリ、あなたの日常を外れた時に起こる災いみたいなものに、注意を払ってくださいっていうふうに言っています。でマウコシュペケディ、ただその出来事さえも実はメートボルフレンカウチベケディ、飛躍を迎えるためのでバウフランテディキシクエコールメカテティミカウチベケディ、飛躍を迎えるためのアダバートベコーシュバカネテエビートベコールメケディ、あなたたちにとって必要な要素というふうに捉えてくださいって言っています。はい、ということで、明治神宮からお伝えしました。はい、2024年もよろしくお願いします。あまねも、どんな風に生きていくのかっていうことを日々考えながら、ちょっとね、今年もらったメッセージが不可解すぎて、ちょっとまだどうしたらいいのかっていうところがはっきりしてないんだけれども、間違いなく自分に嘘をついて生きるっていうことがまずい状況になってるので、嘘をついてるつもりとかね、自分をごまかしてるつもりとかなかったんだけど、あまりにも昔そっち側にシフトして、自分っていうものはそういう人間だとかね、そういう、反応の仕方とか、行動の仕方が当たり前になってしまっている部分っていうのは、それを解いていくことってすごく難しかったりもするんですけど、要するにだからあまりにも自分的すぎてこれが自分でないということに気づかないみたいなところあるんだけど、その辺をやるとすごくいいみたいですね。私さっき、明治神宮の境内に立ってて、気づいたことが一つあってこれもちょっとシェアすると、明治神宮ってね厳しいんですよ。座ってる人とかいるとすぐ注意されるし、その上の段登ってね、一番前のお賽銭箱の前あたりで写真撮ったりとか立ち止まって話したりするとすぐ怒られちゃうんだけれども、そんな中でね、後ろの方でね座り込んでいけないんですよ。でなんか食べてる人がいたんですよ食べてるなんてもう絶対ダメなんだけど、そこに対してって思って、あれ注意しないのかなとか思って見てたんだけど、注意する、警備員さん現れませんでした。でもなんか私の中でちょっとモヤモヤして、あれこれはちょっと注意されるべきことだよねみたいな感じのところをちょっと思ったんだけど、だからそういう感じでなんだろうな、その場の正しさみたいなものを、ホールドしようという意識がやっぱり働いちゃうんだよね。それはこういった神聖な場で、食べ物を食べるっていうことがダメだとかいう意識からも来てるだろうし、自分自身がそうやってね人にやられたりとか注意されたことによって、傷ついているんですよ。傷ついている自分がその正しさっていうものを守ろうとしたりとかね、そういうことをしてるんだなっていうことをすごく感じたんですよね。だからともすれば私が言ってここダメですよって言いたいみたいな感じのところもあるんだけど、そこをしないで自分の内側を捉えていたらそう今言ったようにね、それを自分がされた時にね傷ついた思いっていうのがやっぱりすごく大きく影響している、です。あと場を守りたいとかね、神聖な場に対する敬意みたいなところもあるんだけど、でもそれって結局はちょっと建前なんだよね。じゃなくって傷の方がやっぱり大きくって、で、そういったところにフォーカスをしてしまうっていうのはちょっとやっぱりモヤモヤして嫌な気分になったりするので、そこのところをちょっと見てました。そしたら今言ったみたいなことも出てきたし、要するにね私たち小学校とか、幼稚園からですかね、先生がいろんなことを言っていろんな規制をかけて、正しさっていうのを教え込まれてるわけですよ。でその中の正しさっていうのが、インプットされていて、それを守らないと怒られるみたいなまた公式とかもあったりとかして、あと社会的に正しいことをやり続けないとその枠組みから外れてしまって仲間外れにされるとかね、変な人だと言われるとか、いろんな不都合が、あった過去なんだけど、2024年って何が変わるのかっていうと、信じるものが変わります。要するにだから今までのルールっていうのが崩壊していく方向になるんじゃないかなっていうふうに思っています。こうあるべきが
こうあるべきじゃなくなってくるっていうところだから、そこを、探していく必要があるんだけれども、それってニュートラルに自分に戻るっていうところが必要だと思います。何も教えを込まれてなかった時にね、私はどう感じていたのかっていうところですね。その感覚を一人一人が取り戻していくことによって、違ったルールが多分できるんだよね。違ったルールっていうのは、それをこう囲い込んだりリミッターつけたり縛ったりするものではなくって、もっと自由に自分自身の心というものを大切にしていいんだっていう、そういうルールですね。そういうこと自体がルールになる。だからその大元のところがルールになって、その形として出来上がったものっていうのは壊れていく傾向にあるっていうふうに思います。そうそう、今ね、形骸化したもの、そう形作られたものっていう話しましたけど、これ言うとね、もっと前から始まってますね。ノートルダム寺院が焼けた、フランスのとかね、首里城焼けたみたいなことありましたけれども、くらいの時に宇宙が散々言ってましたね。形作られてそれを守ろうとして、で昔の人が本質的にそれを立てた時に持っていた意図っていうのを忘れて、そのルールだけを守らせるように走ってるものっていうものは全部滅びていくって宇宙はすごく言ってたんですよ。なぜかっていうと、そこにそういったものがあることによって、ここはこういう場所なんだとかいうルールで縛る、順路はこっちから行かなくてはいけないとかさ、だってそんなんないじゃないですか。っていうところに縛られ続けるっていうものに対しては崩れていくっていうのを頃から宇宙はすごく言っていて、金融の崩壊とか、働き方の変容とかいろんなことをこの水亀座の時代言われてますけれども、まさに、人がルールで縛ろうとして、心というものを置き去りにしたまま、囲い込んでいる、誰かがですよね、その役を担っている人たちがそのルールに従わせようとしているみたいなものっていうものは、多分どんどん崩壊していくっていう方向に進んでいくんだろうなっていうふうに思います。で今それ話しててすごい面白かったことをね、一つお話しすると、私はほら東京に住んでて、この明治神宮からも割と近いところに住んでたので、何回もここに来てるので、鳥居からね、こういう参道があるんだけれども、参道の横にコンクリがね敷かれて、左右にそれがあるよりも前からずっとここに来てるわけですよ。だからその時はみんな3355好きなようにそこをずっと歩いていって、で鳥居が立ってれば鳥居をくぐるのは当然じゃないですか。鳥居っていうのは、神様との境目になりますから、鳥居をくぐることが当然なんだけど、道が敷かれて、だいぶ経ちますけれども、今日ねそこを通ったら、1の鳥居ぐらいを通るとしても、その後ずっと鳥居の外側にこう道があるんだよね。そこを2の鳥居なんかさ、その道は、鳥居をくぐらない道なんですよ。そこをね行列のようにみんなが歩いていくんですよ。でこっち側から来るんだけど、帰り行きはこっちで入ってって、鳥居くぐらないんですよ面白いよね。だからなんつうの、その鳥居というものが何なのかっていうところがもう形骸化して忘れ去られるっていう方向になるっていうことですよね。そうだから型として残ってるものの、それを作り上げた大元の意識っていうのが多分あるんですよね。そこのところは伝承されずに、その型だけが残るっていうのがとっても危険なことだっていうふうに私は思います。で、その無意識にね、みんなとおしゃべりしながら鳥居をくぐらずにずっと歩っていって、で三の鳥居また直角に曲がるんですけど、こうやってみんな曲がってたんだよね、前は道なかったから。したらその線の通りに一番端まで行って直角に曲がってました、みんなもう超ウケると思って、それで思ったのがアリですよ。アリさんってさ、なんか例えばさ、こういう蜜の線とかこうやって引いてあげると、みんなそこを歩くんだよ、絶対外れないで。だから結局誰かがこうやって、今回のねその明治神宮の道も同じだけれども、白い道をこうやって引いてあげると、アリじゃない人間もやっぱりその道通りに歩くんだよねっていうのがすごい受けました受けるなんて言っちゃ失礼ですけれども、でもそれだけね意味考えずに無意識に歩いてるっていうことだよねっていうふうに思います。それさえもね実はどうでもいいっていうところの意識状態に、私はこれから入っていく。だからここに対してさ、なんだろうな、こっちすればいいのにとかいうのはいらないわけですよ。もっと鳥居ちゃんとくぐった方がいいですよって言ったら、結局はなんつうの、支配とコントロール側に回るというか、二極対立の中に、入っていくっていうことになるので、その考え方自体も、いらない
んだよね。そう無意識に歩きたい人は歩いてくれればいいし、それを面白がりたい人は面白がってもいいし、でもその人に対して何かを強制させようとかいうのもないし、でこっち側を歩いたとしてこっち側でなんかさダラダラとさ私みたいにさ完全外れて歩いてる人がいても、この人たちはその人を批判する必要はないし、自分たちはこう歩きたいんだっていうだけで全然いいと思うしっていうような意識の状態、許容できる、お互いを批判し合うことのない、状態で、それこそ無意識で歩くことが悪いかどうかって言ったら別にいいも悪いもないもんねっていうところに、みんながいける、みんながいけるっつったらなんかこれも強制するつもりは全然ない。私は、そういった意識の状態になりたいなっていうふうに思っています。なりたい理由っていうのは批判をするのが嫌だからというよりも、無意自然に帰りたいからです。無意自然っていう言葉の意味をちゃんと私が理解しているかどうか微妙ですけれども、これもねさっき明治神宮の入り口のところで書道文字ですねを書いてるお兄さんがいらして、その文字を売ってくれてたんだよね。で私実は今年自分でその書き初め的に文字を書いて貼ろうと思ってたんだけど筆と硯見つけようとしたら全然見つからなくって、でそのままにして出てきたんだけど、そしたらお兄さんがねすごい素晴らしい字で書いてたの。わこれ買いと思って買おうと今ね戻ったら思ってるんだけれども、そこ書いてくれるのでどんな字を、書いてもらおうかなっていうのを、明治神宮でお参りしながら考えようかなっていうふうに思ったんですよね。で、それこそ今私のテーマが、自分を信じること、宇宙を信じること、信頼ですよねっていうのでそれ書こうかと思ってたんだけれども、歩いてるうちにいろいろとこう気が変わってきて、愛っていう字と生命ですね、命っていう字を書いてもらおうかなとか、信じるっていう言葉じるかなとか思いながら歩いていて、で、結局ね自然って書いてもらうことにしました。で自然っていうのはもちろんこの世界の自然っていう意味ももちろんあるんだけど、私の中でね今日の気づきは、自然っていうのは自らしかるべしっていう字じゃないですか。だからありのままの状態っていうものを自分に許すっていうことで、自然っていう字をちょっと書いてみようかなっていうふうに書いてもらおうかなっていうふうに思ってるんですけれども、ここから帰る途中でねまた気が変わるかもしれませんけれども、そんな形で思っています。だからあるがまま、あるがままってどういうことですかって質問されるけどあるがままです、っていうところを、ちょっとね感じる、今日この頃ですはい、ということで、今日はですね、これで終了したいと思います。2024年また、どんなことが起こるのか分かりませんけれども、いろんな気づきのもといろんな人たちと出会って、いろんなお話を聞いて、いろんな場所に行ってということよりも、もうこれももちろん大切だしやりたいんですけど、ちゃんと自分自身と、真摯に向き合う一年にしたいと思っています。はい、ということで浜根理香がお届けしました。またお会いしましょう。いつもありがとうございます。またね。チャンネル登録お願いします。